さらにそれでは今週の読書の振り返りです。今回も文学界6月号から、福見隆さんのある入荷及びその柔らかい構造について話したいと思います。この作品のあらすじとしては、会社員としてバリバリ働く主人公と小さな飲食店を引き継ぐ形で独立する彼氏の宗平の2人の話ですね。で一見そんな2人の日常を描いた小説にも見えたんですけど、実は主人公は誰とも家族になりたくないと思いながら生活しているっていう背景があります。で印象に残ったのがそんな主人公の考えが表現されているシーンでした。ちょっと読んでみます。でも私は一度も宗平と家族になりたいと思ったことはない。というより宗平に限らず私は誰とも接続なんてしたくない。そもそも私は家族という構造と相入れることができないから。所詮は一個体同士である私たちにできるのはせいぜい入荷までだ。融合することなんてできないのだ、そもそも。という文章なんですけど、二人の関係を入荷で表現していたのが面白くて、的確だなっていう感じがしました。入荷って水と油のように本来混ざり合わないもの同士がかろうじて混ざっているように見える状態のことなんで、それを夫婦に当てはめているのかなっていう感じですね。なので個人と個人は融合できるわけじゃないと。でも混ざっているように見せることはできるっていう、ある種の人間関係の限界みたいなもののことを表現しているのかなっていう感じがしました。でこの後に続く文章では繁殖を、家族っていう構造を維持するための入荷剤と表現しているんですけど、結局家族っていうのも本来混ざり合わない他人同士が子供という入荷剤でかろうじて一つに見えている構造だということなんでしょうね。でそういった構造に対して主人公は強い抵抗を感じているんですよね。で混ざり合ってるふりっていうんですかねっていう構造をいっそのことを壊してしまいたいっていう願望がにじみ出ているような感じも受けました。なので今回は共感っていうことはないんですけど、主人公の抱えているものは理解できる、そんな読書時間でした。はい、以上今週の読書の振り返りでした。
最後までご視聴ありがとうございました。